はい、皆さんこんにちは、リーマです。今回もオリジナルのアドオンの紹介動画になります。はい、で、今回紹介するのが、こちらに書いてあるキリーマットマスクジェネレーターっていうアドオンです。こちらどういうアドオンかって言いますと、一つのオブジェクトに対して、なんか複数のマテリアルを割り当てるみたいなことをされる場合があると思うんですけど、それを1個にまとめたいみたいな時が多々ありまして、それをなるべく簡単にできないかなっていうので考案したのがこちらになります。で、マテリアルを1個にまとめるっていうのも、なんかいろんなアドオンがあって、有名なのだとアトラス化するってやつが有名どころだと思うんですけど、アトラス化って基本的にはカラー情報を1個のテクスチャー情報にまとめて、それによって1つのシェーダーにまとめるっていうのが結構よくあるパターン、マテリアルのまとめ方だと思うんですけど、私の場合は例えばその色の情報だけじゃなくて、例えばここは金属だよとか、ここはプラスチックだよとか、粗さもここのマテリアルとこのマテリアルは別で調整したいとかっていう時に、アトラス化だと色情報は確かにバラバラになるんですけど、その辺の質感の情報って別途やらなきゃいけないっていうのがあって、ちょっとね使いづらいなって思ってたところがあったんですよ。で、そこをなんかうまいことできないかなっていうので一応考えたのがこちらになってます。具体的にどういうことかっていうのはこれから説明していくんですけど、説明する前にまず細かいところ、その辺をいろいろ喋っていこうかなと思うんですけど、まずこのアドオンのダウンロード先についてですね、いつも通りこちら配布しようと思ってるんですけど、これもいつも通りなんですが、動画の概要欄、こちらの動画の概要欄のところにこのアドオンのダウンロードの URL 貼っておくので、もしダウンロードしたいよっていう方はそこからダウンロードして使ってください。で、アドオンの入れ方なんですけど、いつもと一緒ですね。この編集のプリファレンスのところにこんな感じでウィンドウ出てくるんで、ここの横に色タブみたいのがあると思うんですけど、ここのアドオンですね。アドオンしていただいて、でこちらの逆三角形みたいなところをクリックするとディスクからインストールっていうのがあるので、ここを押していただいて、でこちらの動画の URL にあるリンクからダウンロードしたアドオンを選択していただければインストールできます。でインストールされたらこちらのサイドバーですね、サイドバーのところにキリツールスっていう新しいタブがおそらく追加されると思うんで、そこを開いていただくとキリマットマスクジェネレーターっていうアドオンが追加されます。なのでこちらから使ってください。で、主に何をやるようなアドオンかっていうと、このマテリアルが割り当てられてる面あるじゃないですか、こういう感じで、今回の場合はこれテスト用で作ったやつなんですけど、キューブに前後の面に今これマテリアル001が割り当てられてて、この左右の面にマテリアル002が割り当てられてて、で上下に003が割り当てられてるっていうような、すごい比較的単純な割り当て方をしてるモデルなんですけど、これを今このマテリアルが割り当てられてる面がどこなのかっていうのを頂点カラーの情報として保存して、それを元にマスク情報を作って、そのシェーダーを1個にまとめつつもろもろ分離するみたいな説明言っても何のこっちゃかもしれないですけど、どういうことかっていうと、今もうすでにこれテストで作っちゃってるんで一回これ消しますね。どういうことかっていうと、この状態でマテリアルマスク生成っていうのをやると追加されます。いろいろ頂点グループは今回このスクリプト内では使ってないんですけど、一応後々使う時に便利かなと思って、一応その頂点グループもどの面がマテリアル割り当てられたのかっていうのを一応放置するっていう目的で保存してます。ただこれ今回っていうかこのスクリプト内では特に使ってないんで、スルーしていただいていいんですけど、主に使ってるのはこちらのカラー属性の方ですね。カラー属性の方がこんな感じで、今見てもらった通り色情報っていうのが割り当てられてます。要はマテリアルが割り当てられたところに色がつくようになってます。でこの情報をもとに、マスキングかけて、1個のシェーダーにまとめようっていう発想ですね。で今これマスクを作っただけなんですけど、これチェック項目がついてて、このマテリアル結合とマテリアル復元っていうのがあって、じゃあマテリアル結合にチェックを入れた状態でこれマテリアルマスク生成を押すと、こういうノードとかを自動で作ってくれてシェーダーを分離してくれてます。今これカラー情報とかを自動でランダムで生成するっていうようなシステムを組んでるんですけど、こんな感じで、でここでもう今このマテリアル、もともとついてたマテリアルの面に合わせてシェーダーが分離されてるんで、あとはここをいじっていただければ変えられるっていうような仕組みですね。
でもともとはこの辺のそのシェーダーの内容とかもフルコピーしてこっちに添付しようかなみたいな、そこまで組もうかなと思ったんですけど、あんまりうまくいかなくて、しかもなんだろうな、後々のことを考えると、まあ別にそこまでしなくてもいいかなって思って、コピーして貼り付けるとここら辺のなんか情報がビジュアル的にぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのもあって、そこまでは今回組み込みませんでした。なんで例えばこれ結合したけど色味のセットアップとかは初期のこのシェーダーの情報のままになってるんで、なんて言ったんですかね、もし元々のこのマテリアルの情報持ってきたいよって場合はこれをコピーしてこっちにまた接続し直すみたいな想定で一応考えて作ってます。ちょっとこの辺はちょっと考え方によるんですけど、一応私はそういう考え方で作りました。まあ、ちょっとこれ手間っちゃ手間なんですけどね。でこうやってコピーしてここでまた再度貼り付け直せばさっきと同じ状況が再現されます。こんな感じですね。っていう感じのシェーダーアドオンになってます。で一応オプションとしてこれも最初悩んだんですけど、こうカラー情報だけを出すっていうオプションも新しく追加してみました。こんな感じでわかんないんですけど、例えばこうシェーダー今別々で管理してますけど、シェーダーは1個にしたくて、アトラスみたいにシェーダー1個にまとめて、かつただ色情報だけ別途して使いたいみたいなパターンも普通にあるかなと思って、そういう場合は自分でこうやって別途新しいシェーダーノードを作って、ここのカラー情報にこれ入れてやれば、このカラー、ここで使ってるカラー情報がマスキングされた状態でいきます。まあ要はアトラスみたいな感じとしても使えるって感じですね。まあこうすれば粗さとかは色別になってるけど粗さとかは統一させつつ、でもカラー情報は別々にするとかっていうのができます。でさらに例えばこのメタリックとかだけ変更したいみたいな時も、まあ、ここメタリックのところにこう挿して、例えばじゃあカラー001は鉄じゃないけど他2つは鉄にしたいとかっていう場合は白白にしてやれば、まあ、青緑は今メタリックになってるけど赤はメタリックになってないみたいな、まあ、こういう使い方もできるかなと思って、一応このカラーっていうやつももともと入ってなかったんですけど新たに追加してみました。この辺はねどうやって使うかは買っていただく方の用途に合わせて使いやすいように一応柔軟性を考えてこんな感じの作りにしてます。はい、まあそんなとこかな。結合についてはそんなもんですね。で一応これ結合するとまあ当たり前なんですけど、今ここの一番上のトップのマテリアルに全ての面がこう割り当てられてる状態になってるんですけど、これをもう一回バラバラなマテリアルの状態に戻したいみたいなこともありえるかなと思ったので、そのためにこちらにマテリアル復元っていうチェックも用意してます。これを押した状態、これ押したじゃない、これチェック入れた状態でマテリアルマスク生成を押すと元の状態に戻ります。これも細かい話すると、まあ、さっきやったっていうかさっき生成したこのカラーのマスク情報をもとに、このマスクのカラー情報をもとにどこの面がどのマテリアルに割り当てられてたかっていうのをここで保存してるんで、まあ、この情報をもとに復元するっていうような処置を行ってます。なんでここのマスクの情報っていうのは結構重要で、ここ消しちゃったりとか、あとはそのポリゴンをこう編集しちゃったりとか、例えば割ったりとかしたりして編集とかすると、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、このカラー属性壊れちゃうんで、まあ機能しなくなっちゃう場合があるので、まあ、そこだけ注意点かな。まあそこだけ気をつければ大丈夫じゃないかな。これも別に特になんかデータが致命的に破壊されるっていうような処理はしてないはずなんで、まあ、よっぽど大丈夫だと思うんですけど、まあその辺気をつけて使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでじゃあ今回の動画の説明は以上にさせていただきます。個人的には結構そこそこうまく作れたんじゃないかなと思ってるんで、まあこれもニッチな要望かもしれないですけど、まあ普通の人はもしかしたらアトラスで十分じゃねっていう人も多いかもしれないんですけど、私はねそのシェーダーのそのマテリアルのそのメタリックとかその辺の質感も残しつつ、
1個にまとめたいみたいなパターンがたまにっていうか、多々あって、そういった要望を叶えるにはこういう仕様の方が便利なんじゃないかなと思って作ったのがこちらなので、もしね同じようなことを考えててどうにか実現できないかって思ってた方いたら、使っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、じゃあ今回の動画はこれで終わろうと思います。またね次回他にも何かわかんないそろそろね万人が使えそうなやつは尽きかけてきててもしかしたらもうないかもしれないですけど、もしまだ他にありそうだったらこんな感じで動画撮ってあげようと思うんで、もしよかったら見てください。ということで、ではでは。